Eiga sensei. はい、こんにちは。ありがとうございました。I was looking at the final, and you stood up to show respect. How important is etiquette in Kendo? 礼に始まり、礼に終わるという武道精神。で、剣道の場合には、人と物と場所といったところの三礼というのもありますので、最初と最後、今までの歴史、そして先人に対する礼も含めて、最初と最後ですね、決勝戦、その披露するという意味で礼を正面にしております。Today's world is very fast. Everyone wants something easy. Kendo is hard. How important Kendo is today because everything is so easy and fast. やはり剣道は、障害剣道と言われまして、人間形成を第一にしております。それでその年代、その体力の成長、体力の衰えによって剣道の技術、精神力も変わってきます。ですから私も、世界大会全日本は優勝してますが、これからどのように年齢とともに成長していくのか、これが難しい。これに挑戦していくのが剣道の楽しみでもあります。You were a four-time Eidan champion, okay, 3 times in a row, and you said for the flower is to stop blossom, and for the man is to leave when on the top. それに、人は引き際、花は散り際が美しいということがあります。そういうことです。そうです。で今、八段戦も優勝しましたが、そこで、大会とかは引きながら、で、皆さんにその優勝とか戦う場所も皆さんに、味わってもらいながら、自分も一緒に、そういった経験を踏まえて指導とか協力していくのも楽しみの一つです。Many times in your life, I saw you had like an obstacle and you overcome. How important is that to young people not to stop, to continue, even if they are defeated or if they are injured, to continue practicing Kendo? やはり楽しさを教えること、失敗しても成功できた、その大きな成功ではなくて小さな成功でも成功をさせて、その喜びを教えてあげること、そして自分自身がいろいろ失敗をしてきたということを教えてあげること、そして失敗を諦めないで継続して成功した自分も見せてあげること、それでやる気を促したいというか、やる気を出したい。And you said also that in order to teach, you have to practice. In order to see the technique, you have to practice it yourself. だからこれからもまだまだ難しい未知の技とか未知の心境もあるので、まだこれからも自分が成長していくように勉強していきたいと思っています。で、指導に生かしていきたい。And outside of Kendo, what people can learn from Kendo in terms of mindset and principles? If someone is not a kendoka, okay, what they can learn from Kendo? まず、剣道イコール日本伝統文化。日本の文化、心の一つだということを、剣道を見せてあげたい。まず一つは形。剣道防具、しない、姿勢。これもまず。それと、チルドレン、子供と、私も59歳になりますけど、できる。20、30歳のプロフェッショナルの現役の選手ともできて、できる。その年齢差、あと男性女性関係なく幅広く楽しめて互角にできるというところも知らない人には伝えて楽しさを教えてあげたい。常に子供からも、年配の方々からも女性も男性からも学び得るものが常に剣道をやってるとある。I learned from you a lot. あなたからたくさん私も学んでます。いや、ありがとうございます。Yeah. And there is you said that timing is more important than the hit. So yeah, timing, so flow of ma. How important is that also in life to find
the best moment to do things. Yeah. これもすごい難しいね。大事かどうかはその都度分かりません。正解は分かりません。ただ一つ一つを一生懸命に真面目にやってることで、その一つ一つの時間、タイム、間合いをちゃんと掴み取れるようになるんではないかなと思ってます。剣道はずっと集中力を高めて大切に稽古、試合をして、それが今の自分の生活の中でも油断しないでちゃんとできるようになるのかなというふうに思います。And you also said that you look at the opponent not as flat, but as a sphere. So how important also is in life to look a person holistic, whole, everything as a whole. いや本当に剣道には円山の目付けというような言葉があります。ですから普段でも狭く見えないで全体的に見るようには普段からも本当にしてます。ですからカメラマンも真剣にカメラを見ながら僕の言葉も聞いてもらって皆さんスタッフで成り立ってるんだなと、協力してやってるんだなというのもなんか感じて今インタビューを受けさせてもらってます。僕が来るまでの時間も待ってて準備をして感謝しています。This scene says a lot about you. What you say says a lot about you, that you care about everyone. And I noticed that 22 years ago, when we took picture in Budokan 22 years ago. I believe you have a lot to offer to the world presenting Kendo. You are very charismatic and very popular among Kendokas. Yeah, but also I think that's why I wanted to record this with you, because I believe the rest of the world should see one true champion and how he thinks and feels about things. So other world could see how great champion you are. And I believe that when I was watching you when I was younger, you had a great spirit in Kendo, kokoro. Other than strength and kokoro and heart, I saw emotion, strength and soft. 僕はどちらかというと弱かった自分がいるので、強くなりたい自分もいて、それが成長とまた繰り返しながらいってるんで、ここには僕一人だけではない家族だったり友人であったり同僚であったりいろんな人の心が僕を作ってくれてます。恩返し僕はただそれをみんなの恩返しの気持ちで、ただ勝ちたいっていうだけではなくみんなに恩返しのつもりでも試合をしてます。披露すると本当に感謝の気持ちをこの勝つこととか剣道の、剣風っていうどうかな正しい剣道で披露することによって、感謝の気持ちを多くの人に伝えたい、日本の剣道も伝えたいと思ってます。So, what message you have for all kendoka in the world? いや、剣道は今となって本当に楽しいので、今、年を重ねることに楽しくなってきてるので、続けてほしいなというのと、剣道やってる人ですね、やってる人であれば家族も含めてやらせてほしいなというふうに思います。今楽しくなってきてるので、家族剣道やってる人は続けてほしいと思いますし、その続けてる人はその家族や、の人にもやってないみんなにもやらせていただきたいな。Why do you want that? What do you believe is in Kendo is so important that you want everyone to know Kendo? さっき剣道の良さも言ったんですけども、自分自身で弱くてで、心も体も、そんなに強くない自分が成長してきたという実感があるということが一つで、あと初めも言いましたけども、もう生涯的に挑戦することがたくさんある面白さ、そしてこのようにして他の競技とかスポーツも同じですけども、世界各国にこうやって人と多く触れ合うことが、本当に年齢低い低年齢から高齢者まで、
たくさん幅広くいるということが、剣道続けてほしいな、楽しいことたくさんありますよというふうに、思ってます。And how do you like Montenegro? いや、大きな声では言えないんですけども、来た時に少し観光をさせていただきました。で、お昼湖でランチをさせていただきました。いや、渓谷の絶景、人生で今まで見たことのない素晴らしい景色です。で、しかし日本人、アジア人があまりいませんでした。私はWelcome. モンテネグロの人にもっと自分たちの街を世界に広めるように何か広報した方がいいんではないかなと思いますよ。Now with this podcast, we will promote Montenegro through you. I want to thank you for your time and for all that you do with Kendo, to Kendokas, but I believe also to the world, with all the knowledge and the spirit you bring with yourself. いや、本当にそう言っていただいて嬉しく思いますし、こうやってインタビューにお声をかけていただきました。ありがとうございます。Thank you, Sensei. ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。